こんにちは、マニコです。ご視聴いただきありがとうございます。また、コメントやチャンネル登録、高評価などで日頃より応援していただき本当にありがとうございます。とても励みになっております。そして、この動画が初めましての方、この動画を選んでいただいてありがとうございます。このチャンネルでは、タロットカード、ルノルマンカードをメインに、カードを使った占い、3択リーディングを行っております。今後ともよろしくお願いいたします。今回のテーマなんですが、アナリティクスを見ていて検索ワードに比較的多く登場する魅力や周囲からの印象をリーディング項目に取り入れたいなということで、対人人間関係を軸とした徹底解剖、魅力、周囲からの印象、本当のあなたとしてリーディングしてまいります。印象とか魅力って他者からの評価、自己評価、真実の姿が違ったりすることは割と多いような気がします。真実というのもまた人によって違ったりするので、印象や魅力は一つである必要もないんですが、複数あるということとは別として、思い込みや先入観でネガティブな方向に見られている、決めつけられてしまっているとなると厳しいものがありますよね。他人からの評価だけではなく、ご自身の自己評価としても少し違う方向に思い込んでいたなんてこともあるかもしれません。どういう立場で評価しているかということでも変わってきそうです。もともとがそういう不確かなものなのに、偶然出てきたカードから読み取るとなってくるとなおさらですね。なのでこういったリーディングから得られるものといえば、ご自身とは別の視点を取り入れ考えるきっかけの一つとして受け取っていただくということなんだろうと思います。そのように使っていただくか、あるいは単純に娯楽として楽しんでいただければ嬉しいです。今回は5つの項目で見ていこうかなと思っています。まずはバガバットギーターカードから、この動画をご覧いただいてから数ヶ月程度の間のご自身のテーマとも言うべきことを全体的なこととして捉えていただいていいと思います。以降はルノルマンとタロットになりますが、一つ目は今現在の対人人間関係についてあなたが感じていることなどですね。あなたから見た周囲について、次に周囲からのあなたの印象や評価、そしてあなたの魅力、最後に総評というかアドバイス的なことを見てまいります。タイトルに本当のあなたと入れていますが、これはリーディング全体を通してご覧いただいた後で、ご自身がどのように判断されるかで決めていただきたいなと思います。項目として設定すると言い切る形になってしまいますが、カードから読み取った内容については、そういう方向で考えてみるという一つの提案として受け取っていただくといいかなと思います。テーマについては以上です。画面上にずっと出ていた選択肢なんですが、左から順に1番、2番、3番になっています。すでにお決まりの方は本編にお進みください。まだの方は恐れ入りますが、一時停止での対応をお願いいたします。では、1番から順にリーディングしてまいります。1番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。まずは
バガバットギーターカードから数ヶ月程度の間のご自身のテーマとも言うべきことを探ってまいります。マーヤー、可能性を表す力、表すパワー、不可能を可能にするクリエイティビティ。ガイドブックから一部引用します。あなたの心に今何かを実現したいという気持ちが湧いていませんか？新しい自分の可能性を表現してみたい。新しい世界に踏み出し、新しい分野に挑戦してみたいという望みに気がついたのではないですか？あなたのクリエイティビティ、創造性が世界に求められているようです。何かを新しく始め、自分の新たな力に挑むなら今、自分の中に宿る力を信じ、マーヤーの力に祈りましょう。まだ見ぬ可能性は形を持ち、きっとあなたは願いを実現するでしょう。引用ここまでです。今回は人間関係を中心にリーディングしていこうと思っているんですが、クリエイティビティと言われると、そういったことから広がっていく人間関係などもイメージしますね。何かを形にする不可能と思われていたことも実現可能なレベルのものにしていく、そういうパワーが対人人間関係の中でも生かされるのであれば、これから先の出会い、新しい出会いだけではなく、すでにお知り合いの方でも関係性が変わっていく、より広く深く人とつながっていくのかなと思います。それをご自身が望めば可能になってくるということかもしれません。ではルノルマンとタロットからそれぞれの項目を見てまいります。あなたから見た周囲、蛇、魅力的、おだて上手、用心しましょう。ペンタクル4、愚者。ルノルマンの蛇のカードに書かれているように、少し周囲に対して警戒心を持っているような時期なのかなという感じがするんですね。魅力的な方というのは、同性異性を問わず、ちょっと人たらし的な人や調子のいい人、口がうまい人、ついつい口車に乗せられたりおだてられているうちにうっかり面倒なことを押し付けられていたりなどですね。実際にそういうことが過去にあって警戒しているのか、そういう感じの匂いがする人が身近にいるので少し距離を置きたいと思っているのか、そういう感じが少しあるんですね。それ自体の問題の大きさがどうなのか、その度合いにもよるかもしれませんが、今現在の人間関係、周囲の環境としては、そういった少し面倒なことがあったとしても、それを差し引いた分でも十分安定していて、おおむね良い環境であると満足されているように感じます。また、意外と自由な環境にある。深く付き合うかどうかは、ご自分のさじ加減で何とでもなるようにも思うんですね。その点で言えば、十分ご自分の環境をコントロールしていらっしゃるように見えます。周囲から見たあなたの印象や評価。山、挑戦、立ち向かうべき敵。ワンド2、ソード6。向上心、独立心なのかな、努力家。もともとが高い能力をお持ちだったとしても、常日頃から努力を重ねている、努力を続けられること自体も才能だと言えるかもしれません。そしてきっとこの人は夢を叶えるだろうという印象なのかなとイメージします。とても頑張り屋さん。もしかしたらすでに何かしら手にしている、もう十分持っている。そうだとするなら、それは
生まれながらの才能とか財力とかでしょうか。後からご自身で築き上げたものだったとしても、さらに上を目指していこうとしている、常に広い世界を視野に入れているという感じに捉えられているのかもしれませんね。特にタロットのソード6ですね。新天地へ向かうといった解釈のカードですから、周囲からすればあなたはいつまでもこの場所にとどまっている人間ではない、自分たちよりももっともっと上の世界、あるいは広い世界に出ていくかもと感じていらっしゃるのかなと、ここからイメージしました。あなたの魅力、手紙、知らせが届きます。その意味を探りましょう。星、悪魔、コミュニケーション能力、特に言葉でのコミュニケーション、ちょっとした気遣いで一言を送るメール、LINE、SNS でのコメントが心をつかむのかなと想像します。ご自身としては本当に無意識なのかもしれないと思うんですが、心からの言葉、素直にふっと湧いた言葉を相手に投げかけたことで、受け取った相手が励まされたり、救われたり、元気をもらったり、ご自身が思う以上に大きな影響を与えている可能性としてイメージしました。また、悪魔のカードもあるので、ちょっと小悪魔的に捉えられる場合もあるのかなとも思います。あんまり異性に免疫がないタイプの人は、あなたの何気ない一言、素直な優しさから思わせぶりなものとして受け取るなどですね。実際にはそこまでではなかったとしても、ご自身では友達のつもりが恋愛対象とされている場合もあるかもしれません。多くの場合は2度3度と接するうちに、みんなに分け隔てなく優しい人なんだなと思うかもしれませんが、中にはそうじゃない人もいるかもしれないので、そこだけご注意いただきたいなと思います。総評、アドバイス、庭園、お祝い、新しい友情、悪魔、ソードエース、バガバットギーター、マーヤーからのメッセージで申し上げたこととリンクしているかなというカードが出ていますね。ルノルマンの庭園ですね。こういう関係の広がりと、そこから得られるものをイメージします。そしてまたタロットから悪魔のカードが出ていますね。ここでは先ほどお話ししたこととはまた別のこととして解釈していきたいんですが、1番さんの優しさからついずるずると続ける関係について言われている気がするんですね。お互いのためにならないような関係性と判断したなら、さっさと縁切りしていけるさっぱりで行動的な人もいれば、なかなかそれが上手にできない人もいる。またできなくはないけれども結構消耗するし時間もかかるという場合もありそうだなと思うんですが、なんとなく1番さんはそのタイプな気がしてしまいました。そもそも面倒そうだなと思ったら先回りしてあんまり関わらないようにしているにもかかわらず、関わってしまうような関係性だとするなら、完全に断ち切るのはやっぱり難しいかもしれません。ですが新しい関係性を切り開いていく、その可能性としてソードエースが出てきてくれている気がするんですね。付き合い方を変えていける、面倒な相手だけどどうしても関係が切れない事情がある場合には、本当に必要最低限にできるようにコントロールしていけるのかなと思いました。またそういった方向性での努力をしてみるというのも試してみていただきたいなと思います。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。
2番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。まずはバガバットギーターカードから数ヶ月程度の間のご自身のテーマとも言うべきことを探ってまいります。ビニャーナ、直接の知識、世界の本質、不変なる真実、幸せであるべき存在。自分は何者なのか、どこから来たのか、どこへ行くのか、何を求めているのか、なぜこの世界にいるのか、真実を求める気持ちが幼い頃から心の中に疑問としてあったのではないか、その謎について知るべき時であるとこのカードから言われているようです。ガイドブックから一部引用します。本当の自分について人間が知るべき真実をビニャーナと言います。このカードは今のあなたに謎の答えを知るべき心の準備ができたことを知り、真実を解き明かそうとしています。長い間あなたが抱えてきた謎は、この世であなたが知るべきこと、本当の自分を知る航海のために今船を漕ぎ出しなさいと言っているようです。引用ここまでです。謎の答えに向き合わず疑問を見て見ぬふりをしてきた、気持ちに蓋をしてきたという方には、そろそろ自分への嘘、ごまかしをやめて真実と向き合う頃であるということなんだと思います。表面的な意識では何事もなかったように振る舞っていたとしても、心の奥底、無自覚なレベルではご自身が本当は何を求めているのかをよく知っていて、何をすべきか理解しているはず。心の奥底にしまってあった謎を解くこと、そのためにどうすべきであるか、実はご自分の内側にその答えが眠っているのかもしれない。謎の正体をはっきりさせるための答えに至る術を知るためには、心を研ぎ澄ませること、ガイドブックでは瞑想をしましょうとありますが、それもご自分と向き合うための一つの方法かもしれませんね。内観ということでしょうか。私は瞑想が苦手なので自分ができないことをお勧めできませんが、カードからのメッセージとしてそのように言われています。ではルノルマンとタロットからそれぞれの項目を見てまいります。あなたから見た周囲、塔、運命、守護、ペンタクルクイーン、ペンタクル4。ルノルマン塔のカードは主に学業、仕事、学校、職場、行政機関など箱物や組織を象徴したりしますが、伝統、保守的、ルール、法律などある程度の長い時間をかけて守られてきたこと、過去から継承されてきたことなどを表すカードでもあります。タロットの方はどちらも物質や現実的なものを表すペンタクル、塔をお仕事、職場などとして見るなら、今現在一番多くの時間を過ごしている人間関係、まんま学校や職場かもしれませんが、そこでの関係性はビジネスライクなものの可能性があるかなと思います。お互いがお互いの利益を損ねない、必要以上に干渉しないようにすることで程よい距離感が保てていて、人間関係も安定している、そのように感じます。ただクイーンも出ているので、その中でも特に周囲への気配り、面倒見の良さなどを発揮する場面もあるのかなと思います。塔のカードを運命、守護のような漠然としたものとして見た場合、保守的であることを運命だと思うことで、少しくらい面倒や厄介ごとに巻き込まれても、自分はそういう運命なんだ的に割り切って周囲に尽くすなどですね。そんな場面を思い浮かべました。ご自身的にはいろいろと割り切った関係だと思っていて、そのように振る舞っていると思っていながら、実は
結構周囲に尽くしている、面倒をよく見ているという感じがしますね。周囲から見たあなたの印象や評価。指輪、ロマンス、愛の絆。ワンド9、ソード10。魅力的であり、愛情深いような印象がありつつも、周囲に対して少し警戒心が強い、好きをあまり見せないような感じに受け取られている部分がありそうだなと思うんですね。割といろいろなことを先回りして考えに考えている印象でもありそうです。他人から見たら考えすぎと言われるようなことですが、他人がそういうふうに評価するものではありませんよね。なのでそうは口に出さなかったとしても、もっと気楽にしてくれたらいいのにと思われる場面もあるんじゃないかなと想像します。ですがタロット小アルカナの物語に区切りがつくのが10番ですね。ワンドは9ですし、ソードは10。物事が一つのサイクルを終えていくということですが、ソード10の場合はそれまでの考え方が終わっていく、そして夜明けを迎える。それは新たな発想、視点での新しいものの考え方だったりするかもしれません。周囲から見ていろいろ考えすぎに移ったとしても、考えに考え抜いた末に新しいものを見出していく、答えを導き出していかれるイメージが2番さんにはあるのかもしれません。いろいろな意味で頼れる存在となっている可能性もありそうです。あなたの魅力。ヘビ、魅力的、おだて上手、用心しましょう。カップ4、太陽。あなたの魅力で魅力的と出てきましたね。ルノルマンのヘビですね。何が魅力なのか聞きたいのに魅力的と返されてもそういうことじゃない感がありますけれども、ヘビのカードに書かれているメッセージのその続きにもヒントがありそうですね。おだて上手、用心しましょう。実は1番のリーディングではあなたから見た周囲のところにヘビが出ているんですね。周囲に対して少し警戒心を抱いている可能性と、性別を問わずに人たらし的な人、調子のいい人などに警戒しているのかなという印象を受けたので、そのようなお話をしました。2番さんの場合は魅力として出ているので、1番さんが周囲に抱く印象のようなことが2番さんが周囲から見られている印象になる場合は、好意的に受け取られているような感じに変換できそうなんですね。おだて上手、口車に乗せられることがある、だけど憎めないというか、むしろそこが可愛かったり魅力的に映るということかもしれません。カード占いでは邪悪なイメージがつきまといがちなヘビですが、2番さんにかかれば無邪気になってしまうのかもしれません。無邪気さについてはタロットからもイメージできますね。また欲がない感じもイメージします。もっと多くを望めるはずなのに、ほんのちょっと意識を向けるだけで手に入るはずなのにそれをしない。好意的に解釈するならば、ご自分を必要以上によく見せようとしないとか、ガツガツしていない感じが周りを和ませる一因になっているのかもしれません。総評、アドバイス、道、決断、前方に道を見つけてください。ワンド10、カップ10。魅力の一つとして欲のなさというか、そのように見える感じをイメージしましたが、ご自分の今後のこと、何かしら決断をするとか選択していくタイミングにある可能性として道のカードがあるようです。他者との関わりの中での重圧、ワンド10ですね。ご自分が背負いきれないような荷物を背負っているような印象のカードですが、そろそろゴールが見えている。前方に目的地であろう家が見えていますね。そしてその先に得られるのがカップ10、幸せな家族を象徴するようなカードです。ご自分より他人を尊重したり、
いろいろなものを一人で抱えてきたけれども、そろそろ誰かとその荷物を分かち合う時が来る、その決断を迎える可能性として、今回はこの3枚を読み取りました。カップ10からイメージするなら家族ですけれども、恋愛ご結婚に限らず、お仕事でのパートナー、信頼できるご友人など、周囲を見渡してみてください。お互いにこの先の人生で大事な存在として絆を深めていける可能性があるかもしれません。では、今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。まずはバガバットギーターカードから数ヶ月程度の間のご自身のテーマとも言うべきことを探ってまいります。カルタ、行い手、限りない存在、限界を超える、知ること、自由になること。本来のあなたは完璧であり、自由なのに自分の可能性の限界を決めてしまい、まるで自分で自分を縛っているような状態なので、そこからご自分を解放すること、そのような感じのことを言われている気がします。もっとのびのびと生きていいということ、そのためにはご自分のことをもっと知ること、思い込みではなく正しく知ることということでしょうか。自分ではない何かに憧れ、自分以外のものになろうとはしていないか。それはご自分に対して不満を抱くこと、否定から始まっているのであれば、そこに息苦しさを感じているのかもしれません。ガイドブックには、自分はカルマ、行いに縛られているものと思っている状態をカルタと言いますとあります。カルターが自分は何か足りないという思いを抱かせ、行いに駆り立てるとのこと。そこから抜け出すには、カルターではない本当の自分が何者であるか知ることとのことです。ガイドブックから一部引用します。私たちは自分のことを知っているようで、実は肝心なことを知らずにいます。本当の姿を知らず、見える部分だけで勝手に私はこういう人だからと決めつけ、自分に限界を出してしまうのです。私たちの真実は自分で思う以上に壮大で深遠です。引用ここまでです。己を知る、探求するからといって、他者との関わりを断つのは短絡的であるといったようなことも言われているようです。言い方がちょっと違いますが、要約するとそんな感じのことだと思いますね。自分のことをちゃんと理解していないのに、世の中と断絶してしまっては、さらにご自分を知る機会を失うような感じなのかもしれません。バガバットギーターカードは、それぞれに一つずつヨガのポーズが割り当てられているんですが、カルターは肩たちのポーズですね。興味のある方はぜひ検索してみてください。真実の探求とは、それまで信じてきた考えを逆転させてみるというアプローチが必要になってくるかもしれませんね。逆さになり、
ビジョンを逆転させる、そういった意味を込めて方たちのポーズが紹介されているようです。メンタルや思想的なものに効くかは分かりませんが、少なくとも肩こりには効果があるポーズだと思います。そういう意味では私からもおすすめです。あんまり慣れていないうちはバランスを崩すと危ないので、準備運動からなさってくださいね。では、ルノルマンとタロットからそれぞれの項目を見てまいります。あなたから見た周囲、犬、誠実で信頼できる友人、ワンド10、カップ3。ルノルマン犬のカードが示している通りで、周囲の人間関係に恵まれていると感じていらっしゃるのではないでしょうか。確かな信頼関係を築くまでには、それ相応の体験もされてきたかもしれません。タロットのワンド10が少し気になるんですね。これはどちらか一方が重荷を背負っていたというより、お互いがご苦労の末に共感し合う仲間となったという解釈がしっくりくる感じがします。戦友のような感じでしょうか。どちらかというと、社会に出てからというより、それ以前の関係からのようにも感じます。立場や状況などというより、もっと情緒的なことからの結びつき、お互いが支えとなっているような関係性をイメージします。また、1対1よりも人数は多いかもしれないなという気もしますが、複数のご関係でみんなで同じような気持ちを共有していると感じていらっしゃるのかなと想像します。周囲から見たあなたの印象や評価、樹木、生命力、成長、あなたの計画に神の祝福のあらんことを、ワンドにソード4、とても前向きな努力家、しっかりとした計画性、人生設計をしっかりとしているけれども、急な方向転換があっても慌てずにしっかりその都度対応できる柔軟性も持っている、そんな感じに見られているのではと感じました。優しいとか楽しいとか、そういう印象よりリスペクト、尊敬、ある種の憧れみたいな感じをイメージします。特にルノルマン樹木のカードとタロットのペンタクル2ですね。ゆっくりではあるけれども確実に成長していく様子、しっかりとした計画を立てていく、コツコツと経験値を積み上げていく感じは、自分なんてどうせダメだろうみたいな卑屈さとは無縁に思えてくる。ですが、ソード4ですね。少しお疲れで休みたいといった時に出るようなカードですので、常に動いている、成功を手にしたとしてもそこで満足せず努力を続けそうなあなたに対して、時にはゆっくり休むことも必要じゃないかと思う場面もあるのかなと想像します。あなたの魅力、十字架、耐えるべき重荷、霊がそばにいる可能性、ペンタクル6、悪魔。ルノルマンの十字架はどうしても宗教的なイメージもつきまといますけれども、それと一緒に悪魔のカードというのもちょっと面白いです。カードには耐えるべき重荷と書かれていますが、このカードにはもっと別の意味もありますので、幅広く解釈していこうと思います。どちらかというと、今回の場合は3番さんの精神性みたいな部分に対して何か言いたげなのかなという気もするんですね。とはいえ別に悪い方ではないと思います。魅力なので。ペンタクル6と合わせると自己犠牲のような感じも伴いますが、同時に悪魔のカードの欲にまみれた感じもあるので、清濁合わせ持つという感じでもありそうです。ご自身に対しては少し厳しいというか、他人から見ての厳しさなので、ご自身ではそう感じていない可能性もありますが、きちんとした方であり、他者への思いやりや率先して行動し、周囲に貢献していくような尊い人物でありつつも、だからといってもガチガチな堅物ではない。ご自分も他人も甘やかすような場面も垣間見れる。オンオフがしっかりしているということでもありそうですね。
社会的なこと、公共の場ではルールやモラルに忠実で、誰に対しても公平であり平等に振る舞える。オフの時には好きなことを思いっきり楽しむ。そういうメリハリが魅力の一つとなっているように感じます。総評、アドバイス。鍵、秘密の鍵を開けて成功を明らかにします。司祭、ペンタクルページ。先ほどのルノルマンの十字架のカードといい、司祭のカードといい、ちょっと宗教的な感じがありますが、直接的に特定の宗教というよりは子供の頃からの教育として残っている部分、ご両親や周囲にいた大人たちからの影響としての部分をイメージするんですね。無意識レベルに心の奥底から存在すること、教え込まれた倫理観、常識、良識、そういったことってずっと引きずっていくものだと思うんですが、ご自身にとっての常識、それは思い込みや先入観といったことにすり替わっていく可能性もありますよね。ですが3番さんにはそれはそれとして新しいものを見聞きし取り入れていく柔軟性がある。それは好奇心から来るものかもしれないし、向上心から来るものかもしれない。そこから視野を広げていくことでさらなる飛躍につなげていける。人間関係でもそれ以外でもですね。バガバットギーター、カルターからのメッセージともリンクしているように感じました。では今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。